はい、こんにちは。世界は逆さまのひろきです。あっこです。はい、今日の話題は、はい。いつもこの私のね、脳出血で、半身麻痺になった私のお話をしてるんですけれども、今日は妻、あっこのお話。はい。なんて言うんですか、あれは。私が ADHD かもという。はい。かもというか、ボーダーじゃないかというお話ですね。はい。ADHD っていうのは、多動？そう。注意欠陥多動症。注意欠陥多動症。そう、注意が散漫になって、歩き回ったりとかっていうような症状。それはね、そのあれを聞いてね、やっぱりすごく正直思い当たる思い当たる節がいっぱいある。いっぱいありますね。そう、最近結構話題になってきたっていうか、そうだね。大人も子供も、昔はさ、ぶっちゃけ多分あんま知らなかった。言葉的にはそんななかったかな。で最近さ、その大枠でその発達障害、大人の発達障害というけど、その中にこの症状というか特徴かな、その ADHD とか、あとは ASD っていうのもあるね。そう、ADHD、ASD、LD の3つかな、多分ね。いろいろあるんだね。その発達障害って言われるからね。そう、こういう身体障害者、身体障害者と違って、脳の特性？そうだね、特性なので、こうテストをして分かる、例えば血液検査をして分かるとかさ、そういうものじゃないから、すごくさグレーだと思ってね。 ADHD、完全な ADHD の人と完全な健常者の間には、ものすごくさグレーゾーンというかグラデーションになってるから、だからその中のどこかに一致するかわかんないよ、私はね。でもなんかひろきと生活して、私ってなんか違うんだっていうのを感じてるんですよ。はい。でこれに関しては、一応お医者さんではないか、心療内科？お医者さんにも行ったし、心療内科にも行った。心療内科じゃないね、カウンセリング。でそれで言われたのなんだっけ？まずお医者さんに行って、精神科なのか心療内科ちょっと忘れちゃったけども、お医者さんに行って、そこでそうかもしれないねみたいな。かもしれない。そう、これはさ別にさ検査して分かるものじゃないから何とも言えないんだけれども、そういう私の、幼少期の頃の話とか、今のこういう感じとかっていう話を聞いた上で、可能性はあるかなっていうふうに言われた。でその後、カウンセラーさんのところで知能検査を受けて、差がね、私ね 25？IQ って一つのあれじゃなくて、いろんな特徴ね、処理速度とか、いろいろあるんだけど、この差がさ激しいとちょっと生きづらさにつながってくる。その処理速度と、記憶力とか、いろんな4パターンぐらいあるのか。そのうちの私は処理速度だけがビヨーンって高くて、他は平均ぐらいっていう感じなんで、この上と下の差が25以上あったから、その生きづらさの原因はここの差かなっていう感じで言われて。確かにうちでね、会社の経理をしてもらってるんだけど、計算とかはすごい早いよね。暗算は苦手よ。暗算はすごく苦手なんだけど、何かを見て打ち込んだりとかっていうのは、多分自分でも早いなと思う。思うね。そう。逆に苦手なのってなんだろう、記憶力？記憶力は本当に苦手。本当に苦手っていうかね、私がねひろきと生活してて、自分はあれって思ったのがさ、道をよく間違えるんだよね、私ね。本当に例えば目的地があって、その前にじゃあコンビニ寄ろうとかさ、郵便局寄ろうとかって自分で言うんだよ。自分で言うんだけど、ほぼ 100% 通り過ぎるよね。そう、私一緒に車乗っててあれこっちから行くのかなと思ったら、ただ単に忘れていたというね。そうでひろきは 100% 覚えてる。そうなのよ。でも
さ、あんま言わないっていうかさ、指摘してくれないじゃん。いやいやすごいだからこっち行った方がいいかなとかそういうことが。だからさ、ひろきだったら気を使ってさ、あれさっき行くって言ってたけどもしかしたら行かないのかなとか、こっちの道で行くのかなってさ、頭の中で考えるでしょ。でもさ、私がさ単純に忘れてるだけだからさ、指摘してほしいわけよ。はいすみませんでした。そう、そんな感じで忘れる。あとはその運転でよくあるのがさ、今日もだったの、今日もさ、子供を保育園に送っていくのに、右に曲がんなきゃいけない。でも私の頭の中では今日ひろきリハビリだったでしょ。で、雨の中送迎大変だなって考えてたわけ。そしたらさ、病院の方向かってたんだよね。びっくりしちゃったんだけどさ。しかも私その車には乗ってない。そう乗ってないんだよ。乗ってないんだけど頭の中でひろきのこと考えてたから病院の方向かってた。どういうこっちじゃねえよみたいな感じで自分で思った保育園の方に行ったんだけど、なんかそういう感じで行動と頭がなんか直でリンクしちゃう感じ。なんて言うんだろうね。まあよく言えばさ、判断が早すぎんだよね。早すぎる。そう先日もねご飯食べてた後にちょっとその時にさ部屋の模様替えの話をしてたんだよね、軽くね、ご飯食べながら。でご飯食べ終わったらよしやろうって感じになって、あれはちょっとびっくりした。衝動性ね、いわゆる本当に衝動性なんですよ。さ、思いつきじゃないとやらないもん。基本的に私すごいもう子供の時から掃除とか片付けとかが本当に苦手で、自分の部屋も汚かったし、学校の机の中もすごく汚かったのよ。だから計画的に例えば毎日コツコツっていうのは本当に苦手。0か100やるかやらないかみたいな感じだから、やるってなったらもう今すぐやりたいっていう感じ。わかるでしょ。今すぐやりたい。でそれがひろきの場合はどっちかっていうとスタートダッシュ遅いじゃん。そうだね。ひろきに合わせてよしひろきがよしやるかってなった頃にはもう飽きてる。もうちょっと今それやるつもりないんだわみたいな感じ。そうそれでね、あれ怒ってんのかなと思ってもうさっきやりたかったんだよね私はみたいなさ。そうスタートが遅いからっていうか、スロースタートで私結構逆に言えばさ、持続力はあんのよ。ある。そうだこうやってさ YouTube も2年以上続いてるし、話ないだから熱しやすく冷めやすいの。もうやるとなったらバーってやるんだけど、もうある程度終わったら急に熱が冷めて、満足かなみたいな感じになるんだよね。だからその辺がひろきと比べて、ひろきが普通じゃないのか私が普通じゃないのかちょっと分かんないけども、それはね分かんないけど、あれもしかして私ってどっちかっていうと ADHD 寄りなのかなみたいな感じで思ったりして、で今すごく楽しそうに言ってるけど割と落ち込むのよ。道間違えたりとかさ、そう結構落ち込む。でなんでいつも私は覚えられないんだろうみたいな感じでしょぼぼぼんってなっちゃう。そうでもまた同じ過ちを繰り返すんだけどね。ADHD の最後の D っていうのはディスオーダーだっけこれ。それにこれで障害というか不便があるっていうの病気っていうことかな。そうなのよ。でその病院に行った時には病的な症状にはなってない。そうADHD に限らず発達障害の人たちってうつ病とかっていう二次障害に陥りやすいのねやっぱ。そうでうつ病になったらうつ病になった原因としてADHD とかがありますねっていう流れなの順番的にはさ。だから私は今環境にすごく恵まれてる、仕事的にも家庭環境的にもすごく恵まれているのでありがたいことに、それで病院の人からしたらうつ病にはなってないからちょっと診断はできませんねみたいな感じに言われちゃったんだよね。でもある意味さそういうグレーゾーンの人っていうのはある意味相当きついかもね。例えばその病気って言われないわけだから、薬とか、そういうあれも受けられないわけでしょ。そうだね。そうちょっとね薬飲んでみたい気がする。なんかよく調べるとすごく薬飲んで、ADHD の人がね普通の人ってこんなにこうクリアなのかみたいなの感動するっていうのよ。で私も調べたらその多動症、ADHD 多動症なんだけど、一般的に男の子は動きの方が多動が出やすい。うろちょろ歩まったりとかっていうのは男の子に多くて、女の子は頭の中が多動の子が多いんだって。だから見た目は分かんない。なるほどね。
で私はもろにそれで、頭の中が本当に忙しい、そうなの、そうそう、一個さ、ひろきにさごめん一個思い出したことがあるのよ。いいですか、喋っちゃっていいですか。さ、ひろきと結婚して、覚えてるか分かんないけど、携帯を握りしめて寝る人初めて見たって言われたんだよ。そう、なんかさ、ひろきって逆に言うとさ、寝る時ってさ、もうさ、携帯閉じて「はい寝ます」って言って寝る体勢に入んじゃん。あれすっごくびっくりしたの。なんかさ、眠れないじゃん。こう「はい寝ます」って言っても私の中頭の中がすごい忙しくてとてもじゃないけど寝れないのよ。だから365日ぐらいは寝落ちだね。要するにこうまず着陸体勢にちゃんと入らないと眠れない。いや、着陸体勢に入れないから追突ハードランディングね。そんな感じ。で頭の中が常に忙しいの。だから行動もこうなんか落ち着いて何かをするとかっていうことがやっぱできない。あっち行ったりこっち行ったりってなっちゃう、頭の中に合わせてね。っていう苦労があります。私ってさ、こういうね障害者は見ればわかるじゃん、変な話。でしかも私はさ後天的というか、まあ後からなった人だから、ある程度覚悟というかそれはあるけどさ、結局発達障害って生まれた時からってことでしょ。まあそうだね。でそれで、病気でもないけれども、こういう言い方はあれなのかな、健常でもない。そうね、そう、だから子供の時は本当よく先生に怒られてよ、ちゃんと話聞きなさいみたいな感じで怒られてたけども、多分私がラッキーだったのは、すごい嫌味じゃないけど、勉強がそれなりにできたのよ。だから、埋もれられた。なるほどね。中高生なんて特に勉強さえできればいいみたいなそういうとこあるからね。そうだからなんとかやっていけたんだけどさ、社会人になってからやっぱ苦労したね。確かに。馴染めない部分が多々あった。そんな感じです。はい、そんな感じで苦労してます。で、ちょっとこのチャンネルの方向性も、基本的にはこの私のね、脳出血による、肩麻痺と高次脳機能障害のことをお話ししてたんだけれども、ちょっとそれに加えて、アッコのね、大人の発達障害、大人の ADHD とか、その辺についてもちょっと触れていきたいかなと思います。で、まあ基本は夫婦 YouTuber、他の人とはちょっと違うかもしれないけれども、マイノリティについて発信するっていう感じでいいですか？そうだね。私はさ、こう身体の障害と、アッコの場合は軽度というかグレーゾーンか、生きづらさみたいなのはあるけど、なんとかね楽しくやってますよっていうのを、夫婦 YouTuber として、発信していきたいなと思ってます。もちろんもね、こっちのね、その肩麻痺とかリハビリのこともね、発信はしていくつもりです。なので、皆さんこれからも、こちら世界は逆さまをどうぞよろしくお願いします。綺麗にまとめたね。どちらかってるのをちゃんと監視して偉いね。それが私の仕事。というわけで、世界は逆さま、大人の ADHD についてのお話でした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。